新型ラブ4かっこいい。でも、見た目以外に何が変わったの？そう思われた方に今日の動画は刺さると思います。仙台ラブ4の乗り味をベースに、スペック表からトヨタが何を意識して変えてきたのか、同時に新型で新しく生まれた弱点は何か、実際に試乗されている方より深く探っていきます。本当は自分もね、乗れればいいんですけれども、まだ乗れないし、乗ったら乗ったで言いたいことが言えなくなる。なので今日は20年以上のレビュー経験を生かした推論です。新しい落とし穴も十分に予想できる。よくある市場レビューでは語られないスペック表の奥にある設計者の意図、一緒に考えていきましょう。まずはざっくり目次。1つ目、ダンパーの根本的な作り直し。2つ目、使用量が増えたボディの接着剤。そしてその長所と弱点。3つ目、定番かつ王道のサスペンション取り付け部合成を 30% 強化した理由を推測。4つ目、新しく変わった電子制御の光と影。チャプターつけてありますので、気になったところから見ていただいても OK です。そしたら1つ目、サスペンションダンパーとかショックアブソーバーと言われる部品の話。仙台のラブ4がそのダンパーの中のね、ゴムの渋み抵抗を生かして減衰力の代わりにその抵抗を使っていたなんていうものでした。カタログ上ですと修道抵抗ショックアブソーバーなんていうね、かっこいい名前が付けられていましたけれども、実際は摩擦を減らしてオイルで抵抗を生み出すというのが良いサスペンションの定石。その逆をつくようなね。で、乗ると昼と夜とか夏と冬で滑らかさが大きく変わったり、あと車体によるね、個体差も大きかったです。もう自分はハリアーで7台も8台も乗ってきて、その中で良いも悪いも体感してきました。で、これが新型ですと KYB 加山ドン普通のダンパーに変わったみたいです。このあたり詳しく見ていきますと、これまでの仙台50系ラブ4とか現行の80系ハリアーで採用されているフリクションコントロールダンパーというのが旧トキコ、今で言ったらアステモの安価な仕組みと言われています。コストダウンとスペックの見栄えを両立させるための今までにごまかしなんていう言葉でね、あちこちで言われていまして、そんな感じと推測できる。もう本当まとめると、カタログのための技術だったと言える。物理的な摩擦に頼ると、静的な摩擦から動的な摩擦に移る際のカサっていったカサつきとか突っかかりとか、あと冬場のね、ゴムの硬化とか組み付けの個体差、こういった部分に依存されちゃって、一定レベルの抵抗が生み出せないと思うんですよね。で、結果的に微細な振動を吸収できずに、微細な車の動きを止められずに、タイヤにおんぶに抱っこになっちゃう。そう、結局、ここでもね、タイヤのゴムの温度によって硬さが変わるっていうのは、もう誰でも分かりやすいレベルで起きていきます。夏ってね、車乗り心地いいんですよね。で、そんな感じで見ていくと、もうどんどん温度変化に弱い車になっていっちゃうと。で、新型ラブ4はね、これがなくなって、普通になるよと。摩擦を減衰力として使うダンパーではなくて、普通の方向に戻ったという話です。今度はね、ダンパーが突っ張ることなくて、普通に動くんじゃないかなと、これを期待したいです。で、ほんとね、1000台となる50系ラブ4も、現行の80系ハリアーも、良い時はもうめちゃくちゃいいです。もう、なんでしょう。特に夏の昼間かな。もうこれ本当に300万円台の車なのって思っちゃうぐらいの高評価を、何度も思いました。じゃあ2つ目いきます。2つ目は、よく言われるボディ用の構造用接着剤の話。低周波の振動の封じ込めとか、あとは修復歴史はどうなのよみたいなところでね、踏み込んでいきます。新型はボディの骨組みの構造用接着剤。これをたっぷり使って、エンジンから伝わる不快なブーンという子守音を抑えてきたらしいです。でもこの接着剤がね、工場の巨大なオーブンで焼き固める。そしてそうすることで
初めて本来の力を発揮するという、特殊な接着剤です。そうすると、もし事故で修理した場合、どうなるのか、これを考えていたんですけれども、二度と元の静かさに戻ることはないだろうと。つまり最新の車ほど修復歴ありの影響が大きくなる。中古車で問題になってくるんじゃないかなっていう話をしていきます。じゃあ今度もね、ここから詳しく。新型で拡大採用されてきたであろう光合成かつ高減衰な接着剤。これ両方っていうのがね、難しいと思う。背景には 2500cc のトヨタのハイブリッドのエンジンって、ちょっとね、目立つ振動があるんですね。燃費のために充電効率のいいところで回りやすい。で、走ってる間はちょうどタイヤに隠れる周波数。60Hz ぐらいだね。いわゆる超低音とか重低音って言われるところの一歩上ぐらいの音。音と振動の周波数って同じですから、お詳しい方でしたらね、60Hz っていうのがいかに低音の、どこすか言うような、ボンボン言うような周波数っていうのが分かっていただけると思う。ちょうどね、1800回転でこの4気筒エンジンっていうのは、二次振動が 60Hz になるんですよ。うまくできてますね。で、アイドリング中に、この周波数でエンジンが回り出すとうるさいと。でもそこがすごく効率が良くて燃費に効いてくるっていう、もうジレンマとジレンマとジレンマの重なり合うところがここっていうね。で、乗るとね、ちょっとこの GAK プラットフォームがリアのフロア下の結合部なのかな。そのあたり弱いところでブイーンっていう音が出る時があります。この下の GAC プラットフォームとかだともうちょっとわかりやすいんですけれども、このクラスも同じようなところがあることはある。で、これがね、今までのマスティックシーラーって言われるような、意味あるのかわかんないような、その防音制振剤はもう効いてこない領域。これを吸収するのはね、構造用接着剤とスポット溶接の数かな。点と面で埋めていって一体感を出しつつ、ジェル状の接着剤みたいな部分で微振動もしくは大きい振動の一瞬を吸収させる。パネル同士がね、ずれる力を熱エネルギーに変換させて減衰させると。でもね、今回ね、自分も考えていたんですけれども、接着剤に過度な依存していく車っていうのはね、大きな弱点を抱えてると言わざると得ない事実。これもあるんですよね。専門家様とかメーカーは多分誰も言わない。工場の製造ラインで、ホワイトボディっていう、いわゆる塗装もしてない状態。ここで接着剤をつけて、で、塗装をしてね、乾かすついでに、巨大な乾燥炉。で、ここで、だいたい200度ぐらいになるのかな。接着剤も一緒に乾燥させていっちゃうと、もうすごいアイディアですよね。もうめちゃくちゃ温度の高いブースで一緒に焼き付けていっちゃうと。じゃあ次はね、もし事故を起こして町の板金屋に持って行ったらどうなるかみたいな話ですね。当然ね、修理工場行って車を丸焼きにすることは不可能です。もう内装がみんな燃えちゃいますから。なので、板金屋に聞いたところね、修理用の接着剤っていうのが昔からあって、これは常温で固まるものみたいです。でも一度剥がれた接着剤をね、それを前提にして設計されたボディっていうのは、つまりメーカーの設計通りに作られた減衰特性っていうのはもう取り戻せなくなっちゃいますよと。ここが重要なんですよね。接着剤を前提に設計されているはず。つまり、コストを削れる部分は削っているはず。接着剤が前提なので、いらない無駄な合成は削っているはずなんですね。それもあって、修復歴のありという車体が、合成の境目、点の弱い部分から嫌な振動が、増幅されちゃう可能性も出てくる。構造用接着剤を多用する現代の車は、中古車としての賞味期限とかね、あと修復歴ありの車のリスクが
もう高くなってるんじゃないかなって自分は思う。こういったあたりが過渡期とも言えます。では3つ目、サスペンション取り付け点合成の強化。これもあらすじからいきますね。新型ではサスペンションを取り付ける、いわゆるストラットタワーって言われる部分だと思うんですけれども、そういったあたりがフロントで 30%、リアで 27%、もうかなりね強くなったって言われるぐらいガチガチになったみたいです。旧型でもね細かい操作に応えてくれるトヨタの GAK プラットフォームでしたけれども、この当たり前のように使われる合成っていう言葉、これって実際は何が変わるのか、そして土台がしっかりしたことでハンドル操作がそのままタイヤに伝わって、これが調味料を減らして素材の味のまま味わえて、結果何が変わるのか。平たく言うと自分みたいなドライバーが人工霜降りなんていう表現をねたまに使いますけれども、そうした評価をしなくなる可能性があるのかなみたいなね話です。じゃあここからはちょっと詳しく。新型ラブ4がね、今言ったようにフロントで 30%、リアで 27% の取り付け部合成を上げてきました。海外ではマイナーチェンジとかスキンチェンジって言われる、いわゆる見た目の変更と価格の変更が主なフルモデルチェンジなんだけれども、ここに関してはね、そのレベルを超えて大幅に強化されてきたであろう数値が並んでいます。この 30% っていう数値が裏返すとね、旧型は 30% 合成が足らなかったともね言えますね。でもそれを電動パワーステのパラメータ調整、つまりモーターの力で補っていたとも言えるわけで、海外では設計の反省なんていうのもね言われていました。意外とね海外調べ出して、AI に翻訳してもらうんですけれども、海外はね厳しいんですよ、言葉の使い方が。そんなに細かいところまではレビューしていないけれども、一つずつの言葉の使い方が日本語にするとねみんなトゲが当たってる。わかりやすいんだけどね。ということでね、サスペンションの付け根がやわだったら、そこから力が逃げちゃうっていうのは、もうこれはされでもわかります。で、自分が思うのはね、ハンドル切る方はいいです。今までも別に良かった。ただ、逆の路面からのインフォメーション、タイヤからの入力が逃げてしまって、ハンドルに伝わるわずかな挙動変化、それから重さ、中心への戻りやすさ、その他運転に必要な情報をね、これが弱いというのがトヨタ車に共通する弱点。電動パワーステで乗り味を良くしたとすると、もうこういうのも全部消えちゃう。じゃあ電動パワーステの動きというか作用を減らすためには何をすべきだろうと考えたときに、やっぱりね元の味が良くないとダメだと思う。ということでね、今回はもう当たり前に言われるような場所だけれども、ここが強くなった分だけ電動パワーステのハンドルを押さえつけたり衝撃を消す力が弱くなっていれば、すごくね車が良くなっているはずで、もうめちゃくちゃ楽しみ。すごくね楽しみです。でもちろんねダンパーが正確に作動しやすいっていうのもあるでしょうし、でもこれはねそもそもダンパーの質の方が問題。ボディが何センチも動くわけではない。でもダンパーっていうのは何センチというのが普通に動くわけですから、もうそこはねダンパーの方が大事。もっと言うとね、ダンパーが1ミリ動く様子を感じられるようになったらもうめちゃくちゃ嬉しい。で、これが何につながるのかというと、トヨタは電動パワーステの人工的な締め上げに頼る必要がなくなって、ホンダやマツダや日産のそれらの車がね持つ長所を奪っていっちゃうかもしれないと。で、そうなったらもうトヨタが無敵ですよね。実際の感覚で言うと、この後にハリアーが控えてるでしょうから、新型ラブ4の乗り心地とか静粛性に過度の期待はできないです。でもハンドリングの面でライバルと並ぶ魅力を身につけたとすれば、それはトヨタが持つ長所はそのままに車全体で欠点のない車になるかもしれない。そうするとトヨタのリーズナブルな価格設定、ラブ4でいうと
車は C セグメントサイズですけれども、中身は D セグメントサイズで、ごめんなさい、D セグメントの作りで、この部分でね、ライバル車を上回るお得感となります。では4つ目の電子制御ブレーキ。これのピッチングを消すという部分の話。今までのトヨタ車ってバネ上制振制御というシステムがあって、これが新しい仕掛けに変わります。今までの駆動用モーターの力でピッチングを抑えるシステムが違和感こそなかったものの違いを感じられるほどの味付けはされていなかった。今度はブレーキを使用することでもっともっと積極的に挙動変化を抑えてくるかもしれない。理論上で言うとね、もうバンバン効いてくる可能性がある。コンピューターが四輪のブレーキを独立して制御して、わずかにつまむような操作をする。これによって車体を路面に押さえつける仕組みと思われます。慣れたドライバーがね、ブレーキでサスペンションを伸び縮みさせて、そのいいタイミングで段差を越えたりすると、ものすごく乗り心地が良くなったりするんですけれども、そういった部分とか前後の揺れをね、とにかく抑えるために使われるんじゃないかと。で、これがね、敏感な方には違和感とか長距離での疲れやすさにつながるかもしれないし、でも普通のドライバーにとっては良さを良さとして車体を路面に押さえつける仕組みとしてね、感じられるかもしれないといった話になります。じゃあ本編というか中身の部分。ハードウェアがね、素直に動くようになった新型ラブ4ですが、その代わりとして車体がふわふわと動きやすくなる可能性というのもある。サスペンションが柔らかかったら普通にふわふわしちゃいますよね。トヨタはこれを抑え込めるために電子制御ブレーキでね、姿勢制御を導入してきた可能性があると。車がふわんふわん言っちゃうのをブレーキで下に下に押し付けちゃうというね。ブレーキをかけるとそこのタイヤが沈み込むと。で、今まではね、ハイブリッドの駆動用モーターを使ってバネ上制振制御ってのがありました。これはね、路面の凹凸を見てフロントが沈もうとした瞬間にモーターをキュインって回して、でブレーキと逆にね、伸ばす方向に使っていたと思う。で、ドライバーに違和感を感じさせなかったというか、自分は効いてるも効いてないもよくわからないぐらいのね、感じでした。ガソリンとハイブリッド車で比較したこともあるんですけれどもね。で、今度は、車体を路面にペタッとね、吸い付かせるような、強烈なフラット感も設計者次第で自由に生み出せるはず。もう自分もね、普段の原則でこれを使ってくれたら、リアブレーキをバシッと効かせて、4輪に吸い付かせてほしい。でも、それをするとね、多分、陽の立ち上がりとか、コーナーリング中に段差を踏んだ時に、ものすごい違和感が出るとかね。そもそも ABS が効いちゃったら、その瞬間に、一輪だけもう唐突にブワンと突き上げが来るとかね。4人でもし同乗してたら、誰かしらが犠牲になる可能性がすごく高い。4席ある車で全部が良くなるという制御はね、理論上できないです。フロントフラット感保つか、リアのフラット感を保つか、ドライバーに嫌な挙動を与えないか。もうこの3パターンしかね、考えられない。で、あとは多分ね、わかりやすいところで言うと、車がね、走ってるというか、惰性で転がってるとして、その間にブレーキをつままれて、かすかな減速感とか、後ろから引っ張られる感覚っていうのがね、感じられるかもしれないし、あとは情報という名の挙動変化がカットされる可能性は、十分あるというか、カットするからピッチングコントロールなんでしょうけれども、あと、お子様とか敏感な方にとってはね、次の予想もできる。路面の凹凸、その目で見えるものに対して、それをね、デジタルが車体の自然な揺れっていうのをキャンセルしてしまうので、視覚と三半規管にズレが生じてくると、長距離的なドライブでなぜか疲れるとか、なぜか酔いやすいみたいなね、不自然さにつながるかもしれない。もしくは車から降りたら体にふわふわ、よくわかんないふわふわが残る車っていうのは今も結構あって、そうなる可能性がある。やっぱりね、本当アベレージドライバーにとっては魔法の制御としてトヨタも味付けをしてくるはずです。なので、良いのは良い。
ほんとね、そんな感じ。多分効くか効かないか、その程度で、とりあえずカタログのために出してくるという可能性が高いんですけれども、でもね、トヨタの場合、PDA ありますよね。これ出始めからもうめちゃくちゃ違和感あるし、ギクシャク感を感じるほどね、もう強烈に効かせてくる。そういう感じで登場してきました。もう自分も確かね、分かりやすすぎるほどに効果を体感させて、価値をね、与えてくるというかユーザーに分からせたって、それぐらいね、言ったと思います。普通はね、こういうのも聞いてるか聞いてないか分からない程度で出てきて、自然に熟成していくものですけれども、トヨタの PDA はね、ちょっと違いましたね。その分、メーカー側の姿勢というか、作りとしては、新車状態では PDA はオフになっていて、で、買ったユーザーがね、好みでオンにして使うかどうかを選ぶという形でした。そうしましたら、簡単にまとめです。新型ラブ4が変わるであろうポイントを主に3つ。言葉遊びみたいなダンパーのごまかしをやめて、王道のコンポーネンツに変更。2つ目が、ボディをしっかり固めて、ハンドルの違和感を減らす方向になっているかもしれない。そして3つ目が、不快な振動を接着剤という面で封じ込めて、ものすごくレベルが上がっている可能性がある。進化という部分では、この3つが推測できます。で、もう一つがね、不安材料。新しく増えた電子制御ブレーキの姿勢制御ですけれども、これがね、ディーラーに行って車乗らずにも買っちゃうとか、乗ってもよくわかんないけど、これがいいやっていうドライバーが多分トヨタユーザー多いでしょうから、そこにレベルをね、そこに合わせて調整してくるんじゃないかなっていうのがね、ちょっと苦しいところ。そうすると、慣れたドライバーからすると違和感に移りやすいし、そうでなければ危機を感じさせない、でも違和感もないといったところにね、使ってくる、そのレベルで使ってくるというのがね、想像できる。で、もう一個の話が、修復歴の重み。中古車をね、今買うんだったら、どうなのよっていうところで、構造用接着剤を多用する今の車って、一度大きな事故に遭うと、メーカーの設計した通りの静粛性や微振動低減効果っていうのは得られないどころか、逆に車の悪いところが目立っちゃう可能性というのが十分に考えられる。今まではね、修復のレベルがもう年々上がっていくから、もう今はもう事故車でも大丈夫だよっていう話がね、もう普通にされてきた。どうでしょう、わかりやすい乗り心地とか静粛性に関係してくるとしたら、修復歴者がね、10万円の差とかだったら避けた方がいいとかね、なりません？自分はそう思う。ということでね、乗らずに言える、見える部分は、スペック表が、設計者がね、もう何を狙ったかっていう、本当設計者の履歴書みたいなね、感じです。もう数字なんてのはもうどうでもいいです。もうほんとね、数字なんてのは馬力とか車重とかトルクとかね、もうどうでもいい。でも、設計者からすると、必ず意図があって、で、買う方としては、それを推測しなければならない。で、それがね、カタログスペックという数値としてわかる。実際に乗ってレビューできる機会が来ましたら、どう体感に現れるか、できる限り具体的に述べたいと思っています。レビューって深く詳しくするほど、動画は伸びなくなります。しょうがないね、これはね。で、そんな中でも続けていくために、チャンネル登録といいねボタンで応援よろしくお願いします。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。